にちは、レシピディアです。今日はってちょっと気合入りましたけども、今日はこの生わかめの佃煮を作っていきたいと思います。生わかめの佃煮、この季節に、この冬の季節から春にかけてわかめ結構スーパーで売られてることが多いと思うんですけども、皆さんどうされてますか？買わない人も結構いたりもすると思います。結構この量が多いことが多いと思うので、小分けにしてる割にはちょっと高かったりすることもあるので、小分けにしたやつやとちょっと割高いし、でもこの量はいらんなみたいな、なんかその使い方に困るってことないですか？で、うちも、年何回かわかめ買うんですけども、やっぱりこの大きなやつで買ってしまうとどうしても、余ってしまいます。ちょっと待ってくださいね。はい、こちら1回使った量でまだこんだけ残ってます。でね、これどうしたらいいかってね、ちょっと毎度悩むんですけども、佃煮で、処理したいなと思ってます。わかめのスープにするにしてもちょっと量が多すぎるし、炊くにしても、こんなに全部は使い切らんということで、佃煮にして、日持ちをさせながら、皆さんで美味しく家族に、食べていただこうというところでございます。実は、年何回かしかやっぱ買わないもんですので、そんなに作ったことが、ございません。で、いろいろと調べた結果、今日皆様と一緒に成功するか失敗するか、ちょっと見ていただきながら調理を進めていきたいなと思ってます。茎わかめのしっかりとした食感で、炊いていくのか、それか、わかめ全体がこうもう柔らかい感じになって、ザ・佃煮みたいな感じでするのか、この2パターンがあるんですけども、今日はその茎がねそんなしっかりしたタイプのわかめではないので、ちょっととろっとしたパターンの佃煮にしようと思います。で、うちの子供がおそらく、わかめだけではそんなに食いつかないと思いますので、そこに、この間ちらし寿司で作った海苔を、混ぜ込んで海苔わかめの佃煮、にできたらなと今考えています。で、作っていく工程で、海苔わかめの佃煮にした上に鰹節を入れるか、山椒を加えるか。でも山椒がちょっと子供には厳しいかなと思うので、山椒はちょっと考え中です。それか、ごま油と、ごまを足してちょっと軽く、中華テイストを少し入れるかの、この3択で今悩んでるとこです。これは調理しながら決めていこうと思います。ですので最終的に、何が完成したかは、ちょっと今のところわからないですが、皆様に見守っていただければなと思います。それでは、今日の、わかめの佃煮作っていこうと思いますので、最後までご視聴のほどよろしくお願いいたします。
でしょうか。今日のレシピや生わかめの佃煮を作ってみましたけども、最初ね、動画の最初で言ったように今日作りながら味を決めていくっていう風になったんですけども、最終的に海苔もちょっと少なかったんですね。海苔も1枚しかなかったので、とりあえず海苔1枚入れて、今日あれわかめが1キロ近くあったのかな、1キロ近くあったので、あと2,3 枚は入れないと多分わかめと海苔の配分が悪すぎて海苔の感じはそんな出てなかったです。多少は味は入ってます。で味付け自体は、僕は結構好みの味付けになりました。で鰹節を入れようかとも思ったんですけども、ちょうどうちの醤油と、相性がよく、うまく味が馴染んでいったので、鰹節よりも、いりこの、粉を入れさせてもらいました。でそこにごま油を入れず、ごまだけを投入したということになります。もし子供がいなければ、僕は粒山椒を入れてたと思います。ちょっとピリッとした感じが欲しいなという雰囲気でした。ただ、非常に美味しくできたと思います。ちょっとこちらの方これで今日ご飯ちょっといただきたいと思います。いただきます。めちゃくちゃいいっすね。これめちゃくちゃいいね。わかめ、やっぱり生のわかめ美味しいな。生のわかめとこれね、最後に振ったごまも非常に相性よく効いてます。やっぱごま油なかったら正解ですね。ごま油あるとごま油でちょっとぼやける感じが出そうですけども、わかめのしっかりとした旨味とさっき、調味料で煮込んだ甘い味わいがご飯に最高に合ってます。これはぜひ作ってほしい一品です。多分これ冷凍しても持ちますので、作った後冷凍してもいいんじゃないかなと思います。では皆さん今日ね、スーパーの方に行ってもらってわかめを探してもらえればと思います。では今から僕もスーパーにレッツゴー。それでは皆さん、今日もご視聴ありがとうございました。まだこの料理以外にハイエースの改造が、待ってますので、ハイエースの改造動画も近日中にアップ予定です。ぜひぜひお楽しみにしてください。あとね、今日使った、調理道具などなどは、ホームページの方などで紹介しています。ぜひそちらの方もご覧ください。お醤油や、柳総理のボウルなどなど、お鍋もかな、今日お鍋使ったやつも、ご紹介してますので、そちらの方もよろしくお願いします。それではまた次回まで。さようなら。